ずんだもんなのだ。今日はポルトガルのニュースを3問まとめてお届けするのだ。大西洋に面した海の国ポルトガルでは、昔から漁業がとっても大事なお仕事なのだけど、その裏側では外国人漁師さんたちに支えられている一面もあるのだ。そのことがよくわかる、少し胸が痛くなるニュースが3つ目にあるのだ。1週間前にポルトガル北部カミーニャ沖で遭難したインドネシア人漁師さんたちのうち、一人とみられる遺体が見つかってしまったのだ。捜索はすでに打ち切られていた中での発見で、同じ頃には別の船でもインドネシア人漁師が行方不明になっているのだ。ポルトガル政府は、漁業を支えるこうした外国人船員の存在を背景に、今年、乗組員の外国人比率の上限を撤廃して、無制限に認める用法律を変えたのだ。海に生きる人たちの現実と、国の制度の変化が交差する重たいニュースなのだ。それでは、ポルトガルで今何が起きているのか、一緒に見ていくのだ。ポルトガルはイベリア半島の西端で大西洋に面し、首都はリスボンなのだ。大航海時代に海外植民地を築いた歴史があり、現在は大統領と首相がいる議会制共和国、人口は約1000万人なのだ。観光、ワインやコルク、漁業が盛んでファドやアズレージョ文化が有名。近年は再生可能エネルギーや IT スタートアップの成長と観光の持続可能性が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。登録されたホームレス数が9年で3倍に。マルセロ氏は解決策に注力という記事なのだ。ポルトガルで登録されたホームレスの人は過去9年で約260%増え、今は14,400人以上と推計されているのだ。失業や不安定な仕事が主な原因なのだ。大統領のマルセロ・ヘベロ・ソウザさんは、この問題を公の議題に載せ、2023年までにホームレスをなくすと目標を掲げたのだが、現実には人数は増え続けているのだ。それでも専門家たちは、大統領が解決策に焦点を当てる流れを作り、支援体制や議論を前進させた点は重要だと評価しているのだ。2つ目のニュースなのだ。PSD と PS が CCDR で合意。北部、中部、アレンテージョに新会長がつく見通しという記事なのだ。ポルトガルの2大政党 PSD と PS が法文献の用となる地域調整開発委員会 CCDR のトップ人事で合意したのだ。2026年1月12日の間接選挙に向け、PSD は北部にガイア市副市長のアルバロ・サントス氏、中央部にアベイロ前市長のリバウ・エシユテベス氏を立てるのだ。PS はアレンテージョにリカルド・ピネイロ氏を擁立し、リスボン、テージョ渓谷のテレザ・アルメイダ氏とアルガルベのジョゼ・アポリナリオ氏は続投方針なのだ。北部では現職会長アントニオ・クーニャ氏との争いになる可能性があるのだ。3つ目のニュースなのだ。1週間前に行方不明になったインドネシア人漁師のうち1人の遺体が発見されるという記事なのだ。ポルトガル北部カミーニャのモレド海岸で1週間前に遭難したインドネシア人漁師3人のうち1人とみられる遺体が21日朝に見つかったのだ。彼らは14日にビラデカミンハ号で出漁中、インスア島近くの岩場で波を受けて転覆し、船長と別の1人は自力で生還したが、3人が行方不明になっていたのだ。捜索は16日に打ち切られていたのだ。同じ16日にはアベイロ沖でカーロス・クーニャ号も沈没し、インドネシア人漁師4人が今も行方不明で、3人救助されたうち1人は死亡したのだ。インドネシア人漁師はポルトガル漁業を支える存在で、政府は今年、乗組員の外国人比率 40% の上限を撤廃し、無制限に認める用法改正したのだ。ずんだもん、住まいの危機、地域政治の調整、漁師の安全、皆で支え合って前に進んでほしいなのだ。
ちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。